威風堂々たるスタイリングですね。19万7070キロ。すごいね。オイル漏れてね。これシリンダーブロック交換してる、もしかして。こやつを引っ張り出しまして、やっとこさカバーが外れました。おはようございます。今回はこれ2008年式トヨタセンチュリー GZG50 ですね。走行距離19万7000キロの個体を車両価格118万で買ってきました。今回の動画ではですね、日本を象徴するこのセンチュリーという車、当時の新車価格が約1200万円ぐらいだったんですけれども、今となってはその10分の1、一体なぜそうなってしまうのかっていうところと、元会社ディーラー整備士である私がですね、こちらの車の内装、外装、エンジンルーム、足回り、下回り、すべてチェックいたしまして、その後に試運転も行ってですね、当時1200万の価値があったのか、そして今現在118万円の価値があるのかどうかっていうところを解説していきます。それとですね、2年ほど前に初代センチュリーもね、こちらのチャンネルで紹介しておりますんで、それとの違いなんかもね、少しだけ解説していけたらなと思います。はい、皆さんも聞こえているかと思いますが、セミが鳴いております。真夏です。非常に暑いです。なんでね、屋外の外装チェックさっさと終わらせまして、ガレージの中に入れてね、内装だったりエンジンルーム、足回り、下回り、チェックしていきましょう。まずはこの車のカラーですね。高級車といえば黒塗りのイメージが皆さんあるかと思いますが、こちらのセンチュリーですね、結構いろんな色が選べましてね、そのうちの一つですね、こちら紺色となっております。正式名称はマシューシリーンブルーマイカ、はい、澄み渡るマシュー湖のような深い青です。で、私の住んでる熊本県の阿蘇というところにもですね、摩周湖と同じカルデラ湖があるんですが、そこに関しましてはね、ただの水たまりにしか見えませんのでね、実際に見に行ってみたいものです。そしてね、光をよーく当てて見てみると、磨き傷ですかね。結構ごっついのがついておりますね。おそらくこれは中古車屋さんが納車前にブワーっと磨いてくれたんかな。直射日光ね、バチバチじゃなくて、もうちょっと光量が落ち着くとね、傷一つないように見えるんですが、これは年式的にも仕方ないですし、そのうちこの車をバチッと洗車する動画なども撮りたいと思っておりますので、気になる方は今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。そしてさっきからチラチラ映っていますね、フェンダーミラー、今では考えられない、ミラーの取り付け位置ですね。はい、ドアの方にはございません。確かこのセンチュリー2代目のモデルですね、後期からドアミラーも選べるようになったんじゃなかったっけな。なんかそんな話を見たような気がいたします。ですがこの車両はフェンダーミラーですね。多少運転したんですけど、見やすくていいですね。なぜ今なくなったかっていうのは安全系のあれこれでしょうね。そしてこちらのトリムなんかはね、上の大枠はメッキでございます。でこのピラー部はですね、おそらくアルミの、ヘアライン仕上げかな。薄い傷がまっすぐ縦に入ってるように見えますんでね、メッキとヘアライン仕上げのコラボレーションでございます。そして後ろに行きますと、はい、出ました。センチュリーのエンブレムですね。はい、この2代目のセンチュリーから V12 エンジンが搭載されています。後でじっくり見ますんでね、ここでは詳しくは説明しません。そしてドアノブ、もちろんメッキですね。はい、ドアが閉じる音も今まで当チャンネルで取り扱ってきた車の中で最も質が高く感じます。はい、そしてドアの下側もですね、しっかりメッキのパネルがはまっております。美しいですね。フェンダーモールももちろんメッキでございます。はい、続きましてホイールですね。2年前に紹介した初代後期のセンチュリーはですね、鉄チンにね、ホイールカバーだったんですけども、この台から、アルミホイールになっております。見た目はあんまり変わらないかな。はい、ドデカセンターキャップにセンチュリーといえばこちらホウオウですね。そしてタイヤはナングカング、レメックス RX615。トレッドパターン見る感じ標準的なコンフォートタイヤかなと思われます。特にひびもなく交換する必要はないかなというところですが、はい、こちらリアタイヤですね。ダンロップビューロ VE303 ということでね、前後でタイヤの銘柄が変わっております。でリアタイヤがですね3719ということで2019年製造のタイヤになっておりますんで、若干古くはありますかね。トレッド面に少しのひびが見受けられますんで、どうせリアタイヤ交換するんだったらね、フロントももうちょっといいやつに交換したいなと思っておりますんでね、いずれタイヤ交換する動画が上がるかもしれません。車両右側に行きまして、
リアタイヤはダンロップのビューロ VE303 ですね。右フロントは難関タイヤになっております。前後で銘柄が違う感じですね。4本バラバラとかではないのでまだマシです。そしてこの真横から見た威風堂々たるスタイリングですね。こちらですね、前後シンメトリーのね、富士山のようなスタイリングを目指して作られたそうなんですが、自動車っていうものをね、完全に前後シンメトリーにするのはおそらく難しかったんでしょう。ある程度ね、後ろの方が若干短いかな。で、フロントがでっかいエンジンが乗っておりますんで、若干長めになっております。ですが、美しいですよね。非常に昔ながらのセダンしたセダンになっております。はい、そして車両後部ですね。はい、センチュリーといえば、この文字の間隔ですね。スペースを3つぐらい入れた感じで、センチュリー。このセンチュリーが歩んできた歴史を物語るような長いエンブレムになっております。はい、そしてリアにもホウオウ様でございます。そしてね、今となっては古臭く見えるこのテール周りなんですけれども、ここもですね、一周メッキがこう囲ってありましてね、質実剛健と言いますかね、センチュリーはこうですと言われているような感じがいたします。圧巻のリアビュー。2年前に紹介した初代後期のセンチュリーの時も言いましたが、アメ車っぽいんですよね。昔ながらのでっかいセダン、そんな感じがいたします。でも2年前に紹介したセンチュリーね、 V8 の OHV エンジンが乗っておりましてね、なんかアメ車の要素がね、3つ4つあったんですけれども、こちらのモデルは V12 ですからね、多少アメリカ感は薄れたかなと思います。はい、そしてフロントビューいきましょう。初代後期のセンチュリーと比べると若干近代的にはなったような気がしますが、やはりセンチュリーはセンチュリーなんですよね。これが私ですと言わんばかりのデザインかなと思います。そしてこの2008年モデルですね、2代目の後期のセンチュリーから、確かね、ディスチャージヘッドランプ標準装備になってるみたいですね。はい、そしてね、古いセダンといえばこちらですね。そびえ立ったタワー、最近見なくなりましたね。最近の車はね、赤外線センサー的なものがね、バンパーにダイレクト埋め込みされてね、ナビの画面でピッ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 ピーなんか言ってね、非常に便利になったんですが、自分的には別にこれで良くないって思っちゃったりもしてます。運転席からね、直接この棒を視認して、バンパーの角、ここですよーって言ってくれてるわけですね。当時はね、下手くそ棒なんか呼ばれてね、バカにされていたらしいですが、やん、ついてて。こんなでかいんやぞ。どっちかっていうとね、これ後ろにつけた方がいいんじゃないかって僕は思いますけどね。この車を運転するのはね、とても運転が上手な雇われた運転手さんなんでね、必要なかったんでしょうね。皆さんよくご存知かと思いますがね、この車は運転手を雇って、オーナーは後ろに乗る車ですからね。ショーファードリブンと呼ばれる車の一つです。で、ざっくりね、外装を見てきたんですけれども、大きな傷や凹みなどはなく、全体的に綺麗な状態かなと思われます。冒頭でも申し上げた通りね、磨き傷というかオーロラマークというか若干ついておりますんで、その辺をパリッと取ってあげれば当時の輝きをすぐに取り戻せるような状態です。もうね、これもおそらくポリカーボネードに変わってるヘッドライトだと思うんですけど、まだ全然曇ったりしてませんよね。おそらく中古車屋さんが磨いてくれたと思うんですけどね。若干この樹脂部品なんかはちょっとすすけてはおりますけど、これもしっかり洗ってね、当社の秘密兵器を使えばね、真っ黒に戻すことができますんでね、その辺は洗車動画をお楽しみにというところで、外装の紹介はこのぐらいでいいですかね。車を中に入れていきます。はい、ガレージの中に入ってまいりました。ちょっとあまりにも暑いんでね、エアコンをつけさせていただいているんですけれども、アイドリングでの機器があまりよろしくありませんね。はい、早速ですが温度を測らせていただきます。はい、刺して2分ぐらいですね。10度を指しております。車種によってはね、これ2度とかね、1度とか、軽自動車だったとしても、5度ぐらいまではね、だいたい下がりますんで、アイドリングでのエアコンの効きは現状そんなに良くないっていうことですね。ちょっとね、回転数を上げて
1分ぐらい置いてみましょう。はい、2000回転でね、回し続けて1、2分経ったんですけど、はい、10度のままですね。あんまり温度が変わっておりません。ちょっと真夏の炎天下を走るにはね、若干効きが弱いかなって感じしますので、今現状ね、部品もないですし、とりあえずクーラーガスの補充だったりね、添加剤だったり、もしかしたらね、クーラーガスが微妙に漏れてる可能性もありますんでね、漏れ止め剤の方ね、動画後半で、入れていきたいと思います。はい、その辺もね、お楽しみにということで、内装の方じっくり見ていきます。まずはステアリング。もちろん革巻きのステアリングになっているんですが、なんかね、色がやたら違うんですよね。そして、こっち側はね、縫い目結構綺麗に残ってるんですが、右側ですね、なんかえらいボロボロになってるんですよ。で、なんか修具みたいなやつで直してある感じがしますんで、もしかしたらですね、この辺の色は同じですんで、この辺の革がね、ほつれてきたのをちょっと修理しようとしたけど、修具との色が違いすぎてね、目立っちゃったんで、もう逆に全部塗ったれーっつって、ツルツルの革補修塗料みたいなやつではい、塗っちゃったんじゃないかなって感じですね。で、この劣化具合を見るに、運転手さんはここをしっかり握る人だったということでしょう。で、片手運転が多かったんかな。こっちは全然擦れておりませんもんね。どえらいさです。そして真ん中には、ホウオウ。はい、このセンチュリーっていう車ね、至るところにこのホウオウ様がいらっしゃいます。お次はメーターですね。見ていきましょう。至ってシンプルですね。燃料計、温度計、スピード、外気温、現在時刻、回転計とオドメーターですね。走行距離19万7070キロ。はい、もうやがて20万キロとなっております。で、ボタン類もとてもシンプルですね。おそらく時計合わせと、こっちがオドトリップの切り替え。こちらがトリップのリセットボタンかな。で、このスクロールってなんだこれ。真ん中の文字が変わりますね。エンジン油圧、電気系統、EFI、リア透過、エアサス、タイヤ圧、電子アクセル、クルーズ、冷却水、ガソリン量で回転数に戻ると。もし異常があったらなんか表示されるんかな。はい、そんな感じだと思います。はい、そしてディマースイッチですね。昔ながらの至って普通のスイッチですね。ロービーム、ヘッドランプ、オートまでついてると、こちらフォグランプですね。うわっ、これフォグランプ多分 LED みたいなやつに変わってるな、これ。真っ白やん。いいや。後で透過類もね、外から見てみましょう。で、ウインカー。はい、右左。はい、そしてこちらですね、クルーズコントロールもついております。で、左側はワイパーのスイッチです。と、右下に行きまして、こちら、メーターの照明の明るさを変えることができます。こっちもね、同時に変わるんですよ。素晴らしいですね。これが電動のミラー調整ですね。ちゃんと動くでしょうか。動きますね。いいですね。はい、左側も見てみましょう。動きますか。動きますね。ちゃんと生きてる。はい、これに戻して、おそらくこちらは電話機能のあれかな。はい、接続してないんでこれは使えないと思われます。そしてその下ですね、はい、燃料のフラップとトランク。こっちがボンネットのオープナーなんですけど、真ん中に鍵穴がついてるんですよ。おそらくこれはトランクをロックするためのやつかな。2年前に紹介したセンチュリーの動画にもね、コメント来てたんですけど、グローブボックスとトランクですね。要人が乗ってる車ですんでね、重要ななんか書類だったりね、あと、その他ちょっと危ないものだったり乗ってることがありますんで、高級なホテルとかだとね、入り口にあるロータリーに車止めたら、ホテルマンがね、車を駐車場まで持ってってくれるみたいなサービスがあるらしいんですよね、どうやら。僕は現物を見たことないので知らないんですけど、そういう人に車を渡すときは、メインキーは自分のポッケに入れて、そのホテルマンにね、渡す鍵は、サブの車を動かすことしかできない鍵を渡すと。そうすればね、グローブボックスだったりトランクだったり漁られることがありませんよ、みたいなね。そんな話でございます。はい、そして右側ですね。はい、ドアについてるスイッチ。はい、こちらドアロックですね。はい、ちゃんと機能しております。そして、窓を開けさせないよボタンですね。運転席以外。開くことがありません、これで。オフにすると、各ドアのスイッチでも動かせなくなります。はい。お子さんなんか乗せてる人はね、顔出して危なかったりするのでね、こういうものを使うことはあるんでしょう。僕は使ったことありません。これが各パワーウィンドウのスイッチですね。はい、運転席動きます。助手席動きます。ちょっと後ろはね、カーテンかかってて見えづらいんですけど、はい、動きますね。はい、右リアもちゃんと動きます。すべてオートとなっております。はい、下げるのはオートなんですけど、上げるのはオートじゃないですね。
こっちもオートではないですね。はい、助手席もオートじゃない。運転席はどうですか？運転席だけオートなんだ。はい、そんな感じです。そしてセンチュリーといえばですね、ドアすべてに灰皿がついてます。至れり尽くせりとこのことですね。で、ドアノブ、これです。はい、この辺の景色はね、2年前に紹介した初代後期のセンチュリーとあんまり変わんないですね。そしてドアトリムもね、もちろん革張りになっておりまして、こちらすごく綺麗な木目のパネルですね。で、スカッフプレートにももちろんセンチュリーのエンブレムあります。小物入れの内側はね、スウェード生地みたいなやつです。本物かどうかは分かりません。そしてこのドアについてるランプですね、やっぱこの色がいいですよ。落ち着きます。最近のね LED 慢性文化にはね、ちょっと私疲弊してますんでね、ハロゲンのね優しい色がね、恋しくなっております。そして非常に短いですね、ダッシュボード。昨今のね、衝突安全基準法みたいなやつのせいで、どんどんダッシュボードが長くなってきて、もう最近この辺までダッシュボードじゃないですか。最近の車にはね、あるまじきダッシュボードの短さ。見切りが良くていいんじゃないですかね。なんかダッシュボードが長いとね、なんか前がより長く感じてね、運転しにくくなったりするんですよ。あとダッシュボードが高い車ね。僕めちゃくちゃね、身長が低いんでね、そういう車乗ると非常に乗りにくいなって思うんですけど、この車はね、いいですね。ダッシュボード低いし、見えますかね？エンブレム見えるんですよ、ちょっと。だからああいうね、棒がなくたってね、ある程度の長さが予想しやすいというか、とんでもなくね、ボンネット長くて運転しにくいかと思いきや、ある程度こう長さを把握できますんで、そこまでね、運転が難しい車ではないのかなと思います。はい、お次はナビですね。見ていきましょう。この高級感あふれるアルミかなのパネルに囲われたエアコン吹き出し口と、ナビですね。はい、物理ボタンと、一応これタッチパネルで動かせますね。ちょっとこれ中古車あるあるなんですけど、目的地が残っております。おそらくこの車がね、前使われてたエリアが、佐賀、福岡ら辺だったんでしょう。ちょっと見てみるこれ。自宅に帰るとかいうボタンを押したら、マジで自宅出てくるんじゃない？これダメなやつだな。はい、ちょっと目的地をね、消去させていただきました。もしかしたらね、危ない家の方かもしれませんからね。で、そう、大体ね、このぐらいの年式のね、トヨタのちょっとお高めの車ってね、このナビの画面でね、エアコンを操作しないといけなかったんですけど、こちら、ちゃんとね、エアコンの操作盤が別でついてる。偉い。うちにあるクラウンがね、ナビの画面をエアコンっていうボタンを押して切り替えて、わざわざ温度設定やら風量設定やらいじくんないといけないやつだよね。これ考えたら誰だよって思ってたんですけど、はい、大体似たような年式のね、トヨタの高級車であるこのセンチュリーをね、ちゃんと独立してエアコンの操作パネルをつけてくれております。素晴らしいですね。はい、そしてその下ですね、カセットデッキ。ついております。今はもうね、こんなもん車についておりませんので、昔聴いたあの曲を、あの音質で車で聴くことはもうできません。聴きたいんだったらね、デッキがついてる車を買わないといけませんからね。はい、非常にノスタルジーポイントではないでしょうか。そしてね、非常にシンプルな電源音量ボタンですね。今ちょっとテレビモードになっててね、ノイズしか乗っておりませんが、一応スピーカーは生きてるみたいですね。ちょっと AM、FM に変えるか。ちゃんと聞こえますね。オッケーオッケー。で、これ音質。いじれるのね、純正で。はい。で、音場。これ。すごいね。どこに座ってるやつに音を聞かせるかっていうのも変えれるらしいです。ちょっといじくってみるか。今4人モードですね。前。後ろ。私の耳では違いがわかりません。はい、オフ。これテープっていうのはこっちで、なんとディスクっていうのもあるんですね。ここに書いてある通りね、コンパクトディスクデジタルオーディオ。これはどこにあるのかと言いますと、この中にね、はい、これ刺さる人多いんじゃないですかね。何枚も CD をぶち込めるやつがついてます。今なんか入ってるのかな？ちょっと出してみようかな。ちょっと待ってくださいね。入ってないね。入ってねえわ。入ってない。残念。1枚も入っておりませんでした。ということで、こいつは戻します。はい。この辺はこのぐらいにしておきまして、ちょっと忘れてましたね、紹介。これ、車高切り替え、こうってやつがあるんですよ。これ押すとね、車高が高くなります。これは外から後で見せますね。と、リアカーテン、閉開。今ですね、リアのカーテン開いてるんですけど、これを閉にしますと、
ウィーンと電動でリアのカーテンが閉まってくれます。はい、もちろん電動で開けることも可能です。これもね、フルオートですね。一回ポチッと押すだけで開けたり閉めたりしてくれます。はい、そしてね、先ほどちらーっと見せたグローブボックスですね。もちろん中はスウェードというか若干起毛した生地になっておりまして、さっきの CD デッキですね。これなんだ CD デッキに貼るやつだ。何のディスクが入ってるか一目でわかるよってやつですね。これはおそらく二度と使うことはないので大事に保管しておきましょう。はい、それと内容物ですね。おそらくこれはバッテリーの取説と、バックカメラユニットついてたん？今ついてないんですけどね。外されてますね。と、エレクトロマルチビジョン。まあ、この辺の操作の関係でしょうね。の取説と、これはナビゲーション単体の取扱説明書。めちゃくちゃ分厚い。そしてこれがですね、センチュリー。この車両の取扱説明書ですね。そしてさらに、はい、こちら。鉱石用の取扱説明書。ついております。至れり尽くせりですね。まあおそらくこの車のオーナーはね、こんなもん読まないと思いますんでつける意味あんのかなっていう感じはしますが、まあ乗せとくに越したことはないんでね。はい、乗せてるんでしょう。はい、お次はセンターコンソール周りね、見ていきましょう。はい、まず前側からね、はい、ここ開きますと、ただの小物入れかなと思いきや、ドリンクホルダーにもなれます。綺麗なやっぱね、木目パネルですね。と、シフト。これゲートタイプって言うんでしたっけ？非常に操作しやすいシフトノブになっております。もちろんね、ノブ本体も革張りですね。ちゃんとね、マニュアルモード付きです。はい、スポーツ走行も可能です。と、シフトロック解除ボタン、外にありますね。もし万が一ね、車がぶっ壊れてしまった時も、緊急でね、これを押しながら、エンジンがかからない、鍵がない状態でもね、ここ N に入れますと、車を前後に移動させることができますんでね。優しいですね。最近はこういうボタンをつけるのがダサいみたいな風潮なのかね。なんかちっちゃいマイナスドライバーとかでペリッとこじ開けてね、その奥にあるボタンを押さないとこのシフトロックが解除できません。別にこれでいいと思うんですけどね、僕ね。それと、こちらがドリフトモードのボタンですね。TRC オフ、トラクションコントロールがオフになるボタンです。と、パワーモード。スノーモードついております。こちらをね、パワーモードにして、この TRC をオフにすると、ドリフトができますよーというやつです。2008年式ですけどね、最新のベンツみたいな機能がね、備わっております。はい、これ冗談です。と、助手席のね、電動シートをこっちから動かせます。はい、こんな感じでね。おそらくね、このセンチュリーという車、国産の自動車の中で最も助手席に人権のない車ですね。運転席からでもね、こうやって、勝手に操作されますし、なんならね、後部座席にも確かついてた気がします。まあ、後ろの席に乗る人のための車ですんでね、この助手席っていうのをね、とりあえずつけたものになってるというところです。そしてこのでっかい肘置きですね。ちゃんと左右分割構造になっておりまして、真ん中が開きます。はい、なんか配線が入ってますね。これおそらく電話のやつかな。電話のやつだと思います。取扱注意事項がここにありますね。当時の携帯電話の話をされてます。はい。現代社会はね、パソコンより高性能なものがもうポケットに入っちゃいますからね。こういうのもね、廃れた技術となっております。ノスタルジーポイントですね。はい、閉じまして。はい、お次は助手席ですね。はい、革のシートになっております。ドア取りもなんかはね、運転席とあんまり変わんないですね。木目パネル、革、メッキ、はい、税を尽くされております。こっちの方が見せやすいんでね、はい、フロアマット、こんな感じです。この辺りはね、2年前に紹介した初代後期のセンチュリーの方が、僕は好きですかね。なんか昭和の喫茶店とか、昭和のホテルみたいな匂いがしてすごい良かったんですけど、カーペットの色もね、すごくおとなしい感じになってますし、まあシートが革張りっていうのがね、僕の中でも完全にマイナスポイントですね。まあマイナスポイントではあるんですけれども、このセンターコンソールの前側ですね、なんとシートから風を出す機能がついております。これさえついてればね、まあ、ギリギリ革でも許せるかなっていう感じですね。ですが、おそらくこれ、運転席、助手席は出てない。風が出てる感じしないんだよな。おそらく後部座席用の、機能ですね、こちらに。はい、ということで、運転するやつと、その横に乗るやつの人権はあまりないと言っても過言ではないですね、この車ね。はい、お次は上側に行きまして、毎度恒例、バイザー見ていきましょう。すごいね。布がものすごいしっかりしてる。もちろん運転席でもお化粧できちゃいます。はい、ライト付き。ミラーもデカめ。助手席側はどうですか？はい、こちら。
はい、こっちもついてますね。ライト付きミラーデカめです。で、ちっちゃいポケットもここについてますね。そしてですね、なんと真ん中にミニバイザーついております。こんな感じですね。実際ね、たまーに運転してるとね、この隙間うぜーってなることがあるんですよね。非常にホスピタリティの高い車かなと思います。はい。で、これ、めっちゃ可愛いな、これ。家に飾っときたいわ。はい、そして、ルームランプ。ハロゲーンの優しい光で、照らしてくれます。自分これが好きだけどなー、してないと。めちゃくちゃいいよ、この色。なんでみんな LED にしちゃうんだろうね。と、グラブバーですね。はい、これも革張りになってる。握り心地のいい、グラブバーがついております。助手席にもね、同じもの。後ろにも同じものじゃない長い。これは後でね、じっくり見ていきましょう。ということで、運転席、助手席はこのぐらいでいいかな。紹介することはもうないと思われます。いや、あったわ。はい、もちろんね、運転席もね、電動シートになっております。はい、私、電動シート嫌いなんでね、これの何がいいかわかんないですけど、はい、ついております。あんまり見ない、こちらのボタンですね。これ、ランバーサポートがね、出っ張ったり縮んだりします、電動で。この辺は運転席にも、人権があると言っても過言ではないですね。はい、優しいです。ということで、後部座席に乗りますんで、一旦ね、シートを完全に前に追いやりまして、めっちゃ動くね。すごいわ。はい、皆さんお待ちかね、後部座席見ていきましょう。どっこいしょと。ちょっとね、iPhone のカメラで撮るとね、狭苦しく感じるんで、広角モードにいたしました。どうですか？くっそ広いね。運転席一番前まで出してるんですけど、一番後ろに下げても全然スペースありそうな感じするけどな。で、このね、運転席後ろの小物入れなんかも高級感漂ってますね。で、これは何これ？なんか、ベルトがあるんですけど、傘でも差しとくんかな、ここに。と、もちろん後部座席にも灰皿ついております。あ、緑のランプ光ってる。時代感じるね。で、当然ですが、パワーウィンドウスイッチ、こっちにもありまして、おのおので操作するときは、オートなんだね。で、シートヒーターのボタンついております。で、シートクーラーのオンオフは後部座席にはついてない。シートクーラーつけたいときはおそらく運転席を蹴ってね、おいって言うんでしょうね。はい。金持ちとは一生相入れることができません、僕は。ちょっと失礼しますねーって自分でこうボタンを押しに行くと思うんでね。はい、こうやってね、クソガキみたいなムーブをすると思います。はい、そして、後ろ、DVD を入れるところがある。何これと思ったね。ここ開くんですよ。前と同じね、ナビの画面がここに表示されるのと、あとおそらくね、こっち、後ろだけで DVD を楽しむことができるんじゃないかな。この車のメインはね、ここですからね、こういうことがあってもいいでしょう。と、リモコン、取れない。あ、押すの？うわ。マジ？ちょっと金持ちはここまでしてやらなんのかと思うと、ちょっと今引いてます。なんかもはや人間じゃないまでありますよね。ここまで至れり尽くせりしてあげないと、喜ばないの？何これ？このギミックのために、いくらかかってんのこれ。キモ。なんかセンチュリーがキモいって言ってるわけじゃないですよ。なんかこれを良しとする金持ちどもがちょっとキモって思っちゃっただけですよ。はい、気を取り直してね、リモコンも見ていきましょう。はい。あ、ナビの設定もできんのこれ。リモコンで？と、こっちのリモコンは何？あ、これはテレビの方のリモコンね。はい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 。でも、ここにもね、エアコンの吹き出し口が2個ついております。冷えた風出てますね。で、一旦こやつは閉じまして、はい、ここなんだ。あ、ただの小物入れね。と、さっき見たね、DVD をここにぶち込むやつですね。と、後ろにもね、なんと、お化粧ができる機能がついております。人に合うような仕事をしてる人っていうのはね、見た目が8割と言われておりますんでね。こういうのもね、大事なんでしょう。それと、はい、これ、2掛けフックが出てくるのと、ライトが1個、2個。贅沢すぎだろ、どう考えても。これ、しかも、うわ。明るさ調整までできんのこれ。やば。で、ここにもね、吹き出し口ついてますね。恐ろしいな。これは何？なんかマイナスイオンみたいなボタンが前についてたんですけど、これか。多分その、あれだろうな。と、センチュリーといえばこれですね。リフレッシング。ちょっと画面じゃ伝わんないんですけど、シートがね、めっちゃブルブル震えます。意味があるのかどうかはわかりません。それとこれですね。クソでけえ肘置き。この中には一体何が入ってるんでしょうか。ポータブルカセットプレイヤーみたいなの出てきたんだけど、センチュリーのロゴ入り。これ高く売れるんじゃない？
いや、ちょっともったいないんでね、ここ入れときます。ああ、これはイヤホン収納ケースかな、多分ね。昔ながらの巻き取りタイプ。面白い。こんなんあるんだね。多分これはセットで使うものなんでしょう。と電源 12V 40W って結構ごつくない？はい、それとこっち側ですね。ドリンクホルダーが2つと、エアコンの操作パネル、温度も変えれる、あとチャンネル、オーディオコントロールもできて、ここもね開くんですね。すごいね。ここで後部座席を動かせると。あらー、なんてことでしょうか、これは。ああ、ここも上がってくるんだね。はあ、はあ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 、でリアにもランバーサポートが動かせて、ヘッドレストの上下上、やば。ここの角度まで変わんのこれ。意味わかんないんだけど。あ、それとここに入ってんだね。シートファンの風量調整ができますね。うん。いや、マックスだろ、どう考えても。出てる？あ、ほのかに感じますね、ちゃんと。うん、出てるわ。この車は本当に運転する車じゃねえな。うん。後ろでふんぞり返るための車だ。てかもう後ろでふんぞり返ってないと車に失礼までありますからね。それとリアカーテンの開け閉めは後ろからじゃできないんか。はい、ということでね、孤立を一旦しまいまして、それとこれですね。はい、LED だな、多分これ。読書灯なんですけど、これ確かね、純正なんですよ。標準でついてるものらしいです。えらい時代が違う感じがしますけどね。まあ LED の光の方が本読みやすいんかな。わかんないですけど。はい、とりあえずついてます。と、こっち側も変わらずですね。はい、2掛けフックとライトが2個。接触が悪そうだな。と、明るさ調節できます。と、さっきも話したね、運転席、助手席よりやたら長いグラブバー。はい、こっち側もね、装備は変わらぬものとなっております。で、後部座席の雰囲気ですね。こんな感じなんですけど、どうですか皆さん。おそらくね、真ん中ら辺にドーンと出してるはずなんですけど、2年前に紹介した初代後期のセンチュリー。内装がファブリックでね、僕の好みっていうのもあるんですけど、カーペットの質感とかね、なんか前のやつの方が、なんか高級感があったっていうか、そんな気がします。はい、このタイプよりかは、僕は2年前に紹介したセンチュリーの方が好きかな。皆さんコメントで教えてください。これがいいか、前のやつがいいか。はい、ということで、後部座席の紹介はこのぐらいでいいですかね。おそらくね、僕がまだ発見してない隠された機能などあるかと思いますが、まあ大体の概要は伝わったかなと思いますんで、後部座席はこのぐらいにしておきまして、お次はトランクですね。行ってみましょう。ちょっと待って。ドア開けたら勝手にシートが引っ込んだんだけど、マジで至れり尽くせりすぎやろ。こんな車乗ってたら何もできんくなるで。ということでね、エンジンを一旦オフしまして、はい、トランクを開けましょう。こちらですね、レバー引いたらもう勝手に電動で全部ウィーンと開いてくれるタイプではなく、このロックだけガチョンと解除してくれるタイプですね。はい、僕はこっちの方が好きです。はい、トランク開きますとめちゃくちゃ広い&綺麗ですね。なんか使われた形跡がほとんどありません。はい、こちらは何ですか？車載工具かな。おお、ちゃんとメッキのかかった車載工具ですね。8から14までのスパナ。これは差し替え式のドライバーかな。はい、プラスマイナス差し替えたらどっちも使えますよってやつですね。あ、てかすごい、ちゃんと金属芯みたいなやつ入ってる。だいたいね、これプラスチックがそのまま切ってあるやつでね、あまりにも強い力で締めたり緩めたりすると、この軸の方がダメになったりするんですけど、この辺も金かかってんな、ちゃんと。面白いですね。なんだこれ。これはおそらく電池入れたら使える、なんだ、電気式の発煙筒的なやつかな。ちゃんと袋に入れて戻しときます。で、ちゃんとね、これ、カチッとロックするんですよ。レバーをちゃんと引かないと出てきません。素晴らしいですね。この布を剥がしますと、はい、ジャッキとジャッキ回し、スペアタイヤと、これね、多分ね、折りたたみ式の輪止めだと思う。こんなんまでついてるのすごいね。と、これはおそらく三角表示板かな。ちゃんとトヨタのね、ごっつい袋に入ってる三角表示板ですね。こんなんもついてんだ。しかもちゃんとね、なんか認可を受けたやつっぽいです。これは大事に大事にしまっておきましょうね。で、スペアタイヤはどこのやつだ？横浜タイヤですね。ちょっと待てよ。これスペアタイヤも同じやつじゃね？だよね。同じホイールだ。16インチの 7JJ
プラス45。現状ついてるホイールと全く同じのがおそらく入ってます、スペア。要人がね、出先で何かあった時にね、1本だけスペアタイヤにしてね、訪れるわけにはいきませんからね。ここも素晴らしい配慮かなと思います。やっぱね、布がもう完全に全面に貼ってありまして、金属の肌を一切見せる気がないです。素晴らしい。と多分タオル掛け、おそらくねここにタオルを常にかけておいて、要人が乗る直前だったりね、ファーっと車吹いて、はい、いつもピカピカにしてますよっていうアピールをするためのね、タオル掛けでしょうね。はい、これは運転手さんにとっての装備だと思われます。はい、トランクはこの辺でいいですかね。でこちらね、電動でオープンするトランクになっておりますんで、一回当てますとウィーンといって閉まります。バタンと閉める必要がないということですね。はい、内装トランク見ていただきましたがいかがでしたでしょうか。皆さんガンガンコメントでね感想を書き込んでいってください。お次は透過類の点検をしてからねエンジンルームの方を見ていきましょう。はい、皆さんお待ちかね、エンジンでございます。1GZFE 型ですね。5リッター V12DOHC48 バルブでございます。一応ね、当時の自主規制いっぱいいっぱいの280馬力ありまして、トルクは460ニュートンメートルとなっております。はい、この V 型の12気筒エンジンなんですけれども、片側のバンク、どちらかが全く動かなくなっても走れるように作ってあるっていうのは有名な話ですね。実際にね、ベースとなったエンジンはですね、当チャンネルでも紹介した17クラウンにも乗っている直列6気筒のね 1JZ エンジンということなんでね、ものすごくシンプルに言うとその直列6気筒のね 1J のエンジンをね A と2個つなげて動かしてるっていうイメージで良いかなと思います。実際にはねそんな単純な話じゃないんですけどね。で現状ですね、もうカバーされててね、何も分かりませんので、とりあえずねこのエンジンの上についてるカバーだけ外しましょうかね。ご会長。はい、カバー外すとこんな感じになっております。もう詰まりすぎててよう分かりませんね。はい、上にはねスロットルバルブとこれサージタンクかな、はい、とインマニが奥にちらちら見えておりますが、もうそのくらいしか見えません。あとはまあ配線やらね、こういうゴムホースだったりね、いろんな部品がねひしめき合って、もうぎゅうぎゅうに詰まっております。はい、シリンダーヘッド自体はね、この奥にいます。もう全然見えませんね。これプラグ交換とかやばいんじゃねえか。1個だけギリギリイグニッションコイルがおそらくこれなんですけど見えますね。これが123456、反対側にも123456、合計12個ついております。ワンチャンねネタでねプラグ交換の動画撮ろうかなっても思ってたんですけど、これ無理だわ。めんどくさすぎるとパッと見でね気づいた方いらっしゃるかもしれませんが、このセンターを境にね割とシンメトリーな配置になっておりまして、こちらですね、エアクリーナーがなんと2個ついております。吸入空気量のねエアフローセンサーかな多分。2年前に紹介した古い V8 の方のセンチュリーはねメジャリングプレート式って言ってとんでもなく古臭いね吸入空気量センサーついてたんですけど、これはなんだ多分ホットワイヤー式かなに変わってるかなと思います。はい、この中にね熱線がピーッと入っておりまして、空気が通るとそれが冷やされて抵抗値が変動します。それによりねどのぐらい空気を吸ってるかっていうのをエンジンのコンピューターに送ってくれるってやつですね。はい、それが2個、スロットルバルブも2個、もう何もかもね2つずつついておりますね。でせっかくですし今回はエアクリーナーの中身もちょっと見てみましょうかね。簡単に外れるかな。多分このベロをベインと外したら見えるはずです。さすがにこの辺の整備性はね、ちゃんとしてるはず。トヨタだし、こいつをねガバッと上に持ち上げますとおそらくエアクリーナーが出てくるはず。出てきました。整備記録簿とか載ってませんのでね、いつ交換されたものかは分かりませんが、比較的綺麗なエアクリーナーですね。この間紹介した、ベルファイヤーよりはかなりマシな状態です。こっちに戻しまして、多少狭いけど普通に工具なしでエアクリが外れるようになってるのはさすがトヨタといったところでしょうか。こっち側もね念のため見ておきましょう。4箇所ですね。クリップを外しまして
こいつを上に持ち上げます。そうすると隙間からエアクリーナーがずるっと出てきます。こっち側も比較的綺麗ですね。大丈夫そうです。そしてついでに、目に留まったパワーステフルードですね。こちらね、これの残量もちょっと見ていきましょう。蓋を開けまして、一旦ね吹きして、さあ残量どうでしょうか。さっきまでエンジンかけてたんでね、おそらく結構温まってると思うんですけど、こっちがコールドのラインですね。見えるかな。こっちがホットのラインです。ちょっと少ないか。まあいいや、動いてたんでね。でちょっとオイルの色ですね、見てもらいましょう。初回拭いた時ね、結構この軸が汚れててあれなんですけど、オイル自体の色はそこまで悪くなってなさそうです。もうこいつはこのまま戻します。それとクーラントの量は見えないですね。ちょっとどうにかこうにか外からね残量見えないかなと思いますが、照らしたらめちゃくちゃ入ってんだ。赤いな。入ってますね。そこがローラインなんですが、ローラインよりは確実に上にありそうです。高級車あるあるでね、この蓋黒くしちゃうんですよ。おそらく全体的なね色をピタッと合わせるためだと思うんですけど、残量が見にくくて良くないですねこれ。っていうか次回交換令和7年4月、ここに貼ってあるねシールによると交換時期は過ぎておりますが、だいぶマージンを取った上での交換時期だと思いますんでね、まだまだ交換しなくて大丈夫でしょう。お次はブレーキフルードですね。残量どうですか。光照らすとアッパーラインまでは来てますね。一応キャップも外して中を見ていきましょうか。全然汚れてないですね。綺麗な色してます。で指定ブレーキフルードはドット3らしいですね。2008年の車っつったらね、もうドット4が主流かなとも思われがちなんですが、こちらのセンチュリーっていう車が結構特殊でですね、この2代目センチュリー V12 になった方ですね、1997年からなんと2017年までほぼ形を変えずに販売が続いておりました。もちろんね、見た目の小変更だったりね、装備の変更などはちょいちょい行われてはいるんですが、基本的な車の設計自体は1997年から2017年までほぼ変わらずに来ているということですね。そしてちょっとですね、僕個人的に皆さんに伝えたいことがあります。2年前に紹介したセンチュリーですね、あれ初代後期ですって言って紹介したんですけども、コメントでですね、これは初代じゃないってめちゃくちゃ言われたんですよ。それもそのはず、先ほども言ったようにですね、このセンチュリーという車めちゃくちゃモデルイヤーが長いです。で見た目の小変更などはちょいちょいされながら、ほぼ同じ型式としてずーっと売られてるわけですね。初代に関してはですね、1967年から1997年まで、型式で言うと VG20 とかね、30、40、45とかいったね、 OHV の V8 が乗ってるセンチュリーに関しては、全てが初代センチュリーとなるわけです。でその中で、前期、中期、後期と分かれていく感じになるんですね。でも知ったかぶりのね、車好きおじさんたちは、僕がこれが初代センチュリーですって言ったらね、これは初代じゃないってめちゃくちゃ文句を言ってきたわけで、トヨタ的にもですね VG 型のセンチュリーは初代だっつってんのにね、前回紹介したセンチュリーの動画ですね、平均のね視聴者の年齢層がめちゃくちゃぶち上がっておりましたんで、おそらく頭の固い人たちがいっぱい見てたんでしょうね。そういう人たちにねいちいち説明するのもめんどくさかったんで放置しておったんですが、おそらくこれは初代じゃないっていうコメントだけで50件近く来ておりました。この動画のコメント欄は一体どうなることやらと、今の時点でね多少心配なんですけれども、もう一度だけおさらいをしておきます。センチュリー初代がですね1967年から1997年、型式が VG 型、今回紹介している2代目のセンチュリーが、1997年から2017年まで、型式が GZG、 こちら50ってやつですね。その後がもう2018年からの現行のモデルになっております。分かっていただけましたでしょうかっていうヨタ話は置いといてね、お次はねエンジンオイルの量、色見ていきましょう。さあどんなもんでしょうかね。やっぱ長いね。よいしょ。はい、エンジンオイルの量バッチリですね。ほぼフルラインのところに来ております。で色も良さそうですね。そんな汚いオイルではありません。そう話し忘れてたんですけど、こちらのセンチュリーですね、車検が切れてる状態のものをね、購入するときに車検通してもらってますんでね、車検バリバリ2年付きでございます。ほいでこのカウルトップになんだこれ、アメンボみたいなやつの死骸がある。2匹も
あとそうだ、納車の時にね、車屋さんから言われたんですけど、この車2年前ぐらいにかなり部品交換してるらしいんですね、どうやら。なんでこれからね、確認する足回り下回りなんかもね、結構綺麗なんじゃないかなと期待しております。それと高級車ならではのこのボンネットダンパーなんですけれども、おそらくこれ車外に変わってますね。シャングシャングって書いてある。おそらくね、中国製のボンネットダンパーだと思うんですけど、センチュリーって中国でも売ってたんかな。まあ売っとるわな、高級車大好きですもんね、中国ね。あとここは何ですか。あ、バッテリーですね。交換日時とか書いてないね。いつのか分かりませんが、まあインジケーターを見る感じ、はい、良好そうです。緑ですもんね。まあこのインジケーターマジ信用ならないんでね、参考程度に留めておいてください。ここは何？プッシュって書いてあるぞ。なんか折れてる？これ押す意味ないもんね、多分ね。カパカパだもんね。ヒューズボックスですね。はい、特に見る必要ありませんので、そのままにしておきます。あと、ここのカバーも気になるが、おそらくストラットタワーの上部があるだけなんで、そのままでいっか。はい、ということで、エンジンルームはこのぐらいにしておきましょう。はい、カバー戻しまーす。OK。車を上げました。はい、まずはね、ホイールを外して足回りの方から見ていきましょう。めっちゃごついね、これ。持つとこがね。よいしょ。はい、センチュリーのフロントの足回り、こんな感じですね。トラディショナルなダブルウィッシュボーンタイプでいいんかな。アッパーアームはね、標準的なウィッシュボーンタイプの形状してるんですけど、下はね、分割されてますね、アームがね。コントロールロッド的なのが前に伸びております。でも形状の名称的にはおそらくダブルウィッシュボーンタイプと言っていいんじゃないかっていう感じですね。で、目に飛び込んでくるのはこちら。でっかいエアサスですね。で、こちらですね、気になってちょっと部品調べてみたんですけど、まだ新品が買えるみたいです。まあ1本10万ぐらいするんですけどね。もし万が一壊れたとしても、この2代目のセンチュリーだったらね、金はかかりますが維持は簡単な方じゃないかなといったところです。はい、そしてね、ブーツ類、パッと見えるところはそこまで破れなどなさそうな感じはしますね。まあ車検通ってますからね。はい、スタビリンクブーツ上下大丈夫です。さっき見たアッパーアームも全然 OK ですね。そしてロアアーム映ってるかな。はい、若干ひびは入ってきておりますが、そんなにグリスがビチョビチョ出ている感じもしないのでね、おそらく、ブーツの破れなどはないでしょう。それとタイロッドエンドブーツですね。おそらくここは直近で変えてやるっぽいな。なんかゴムが新しい感じしますね。それとラックエンドブーツなんかもね、ひび破れ全然なさそうですね。大丈夫そうです。はい、そうしましたらね、皆さん大好きブレーキですね。結構大きめのね、ベンチレーテッドディスクになっております。で、キャリパーがですね、おそらくこれ対向4ポッドのごっついやつですね。まあね、車重がかなり重いんで、2050キロだったかなぐらいありますんでね、こんぐらいごっついブレーキがついているんでしょう。で、ブレーキパッド残量どうでしょうか。全然ありますね。問題ないかと思います。だからピンクのね、可愛いパッドがついてるんですけど、これ純正かな？多分違うと思いますと、これグリスね、塗った後ありますんで、割と最近ね、分解清掃などされていたんじゃないでしょうか。おそらく車検の時にやったんかな。はい、それと、もうちょっと詳しくね、アームブッシュ類見ていきましょう。はい、アッパーアームですね。なんかひびとかはなさそうなんで、大丈夫そうですね。はい、軽く揺さぶってみても、ガタとかはないですし、バールでこねたりしてもいいんですけどね、私の腕が足りませんのでね、ちょっと撮影できません。ごめんなさい。と、ロアアームのブッシュ類も、パッと見る感じ、そこまでごっついひびがあるようには見えませんね。あ、こっちはひび入ってんね。でもまあ、ちぎれてるようには見えませんのでね。走行には何ら問題ないかなと思われます。と、スタビライザーのブッシュがですね、なんか若干変形して飛び出してきているように見えるんですが、まあ、ここがダメになったところでね、ちょっとゴトゴト音がするだけで、走行に支障をきたすわけではございませんのでね、早急に交換が必要ってわけではありません。まあ、金額だったりとか、車格に合ったちゃんとした、足回りなんじゃないでしょうか。かなりしっかりした作りになっております。お次は後ろですね。見ていきましょう。はい、リアはこんな感じです。フロントと同じく、形状的にはダブルウィッシュボーンって言っていいんかな。言っていいと思います。いや、これマルチリンクか。ダブルウィッシュボーンということでいきましょう。ちゃんとリアのスタビライザーもついておりまして、リアももちろんね、エアサスです。このカバーがちょっとひび入ってきてるんですけど、中のバッグは大丈夫だと思いますんでね。はい、そんなに問題はないかなといったところです。で、こういう車あるあるなんですけどね、フェルトタイプのね、インナーフェンダーついてるかと思いきや、これなんだ？あ、ちょっと柔らかい
塗装ですね、これ。このチャンネルのね、最古参の人たちなら知ってると思うんですけど、僕がカプチーノをやった時に使ってたような塗料だと思います。乾燥してもね、若干の柔らかさが保たれるね、傷とか、飛び石とかに強い塗料ですね。もちろん音もこれで低減させることができます。このタイプ初めてやな。やっぱ金かかってますね、ちゃんと。ほいで、リアブレーキもなんとベンチレーテッドディスクでございます。いや、リアベンチは結構珍しいんじゃないかな。割と上等な車種でもね、リアはソリッドだったりしますからね。で、リアブレーキキャリパーは片押しのワンポッドですね。アイシン製となっております。パッド残量ありますか？ありますね。内側のパッド残量はどうですか？ありますね。ブレーキオイル漏れなども全然ございませんし、年式層の汚れ方をした普通の足回りって感じですね。と、ブッシュ類どうでしょうか？ひびみたいなのはそんなに見えないかな。ロアアームの方はどうですか？大丈夫そうですね。はい、こっち側もね、全然ゴム生きております。大丈夫です。と、スタビライザーリンクブーツもひび破れ特にありませんね。大丈夫そうです。あとそうだ、ブレーキホース。大丈夫とは思いますが、一応点検しておきましょう。こうね、曲げた時にひびとかがあったら交換時期なんですけど、全然余裕そうですね。フロントもね、見ておきます。大丈夫そうっていうか、なんか綺麗だな、普通に。変えた ?2 年前にこのブレーキホースも交換してあるかもしれないですね。なんか埃かぶってるだけで、やたらゴム自体が綺麗な気がする。ブレーキ周りも安心ということでね。はい、念のためね、リア左側も見ておきます。構造は右と一緒ですね。はい、アッパーアームね、ごっついのがありまして、ローアーム、ぴょんぴょんと伸びております。で、右と同じ、エアサスですね。はい、このひびが入ってるのはね、ただのカバーなんでね、心配しないでください。で、スタビリンクのブーツ大丈夫そうです。ブレーキ、パッド、残量ありますか？ありますね。はい、外側も残量あります。はい、ディスクもそんな減ってません。錆びてはいますけどね。これ乗ったらすぐ取れると思うんでね、心配することではないです。あとそうか、これオートレベライザーのセンサーだと思うんですけど、この車エアサスでですね、車側が勝手に車高を判断してね、地面との平行を保とうとしますんで、足が伸びきった状態でキーオンにするとね、そこのセンサーがね、やばい信号を拾って、この車なんかおかしくなってんぞって言って、いざ走る時の車高がね、ずれたりします。こういうエアサス車はですね、車上げた状態でキーオンしない方がいいですね。左前見ていきましょう。パッド残量ビンビンですね。で、グリスの跡がありますんで、おそらく最近分解清掃してあるはず。分解清掃したっつってもね、結構汚いですけどね。と、ラックエンドブーツ大丈夫そうです。と、左側のタイロッドエンドブーツですね。こちらも多分交換してあるかな。ゴムが綺麗ですね。と、スタビリンクブーツですね。上下ともに大丈夫そうです。と、アッパーアームボールジョイントブーツ。ひびもない。とても綺麗ですね。と、ロアボールジョイントブーツ。右に比べてひびが少ない気がする。と、ちょっと気になったのがね、これ、オイル漏れてね。ただの汚れだといいんですが、もしかしたら左フロントショックオイル漏れ、してる可能性があります。で、普通の車みたいにね、バネとショック分離しておりませんので、これ斡旋交換になります。1本10万円。嫌ですね。2008年の車のね、ショックを1本だけ交換するっていうのもあれなんでね、フロントだけとかリアだけとか、なんなら4本とも交換したいんですが、40万か。部品代だけでしょ。で、おそらくね、結構めんどくさいんですよね、これ交換するの。ここは保留ということでね、活かしていただきます。と、アッパーアームのブッシュですね。ゴムはビリビリに破れたりしておりませんので、おそらく大丈夫かなと思います。こっち側もですね、大丈夫そうです。と、ロアアームどうですか？右と同じく若干ひびってますが、ぶっちぎれてスカスカになってるわけじゃないんで、まだまだいけそうです。ロアアームこっち側どうですか？ここは全然生きてますね。非常に綺麗な状態を保っております。念のため、ガタとかも見とくか、ある程度ね。カメラ持ちながらでちょっと見にくいんで、置きカメでいきます。見るだけ見ときましょう。生きてる。全然生きてる。問題ない。大丈夫。オッケー。はい、ということでね、足回りの方を確認できましたんで、お次は潜って下回りですね、見ていきます。まずはね、このごっついアンダーカバー外さないとね、見えるもんも見えませんので、外していきましょう。中古高級車あるある。アンダーカバーのボルトがバラバラでうざい。いったね。オッケー。外したアンダーカバーこんな感じですね。前はいいんですけど後ろなんかギッシュなんですよね。大丈夫かな。さあ入ってきましたよ、下回り。まず
見えてくるのはラジエーター。2008年式にしてはめちゃくちゃ綺麗ですね。これおそらく交換してあると思われます。このホースもねやたら綺麗なんで、もしかしたらこっちも新品になっているかもしれませんね。あ、隙間から見えますか？フィン、ラジエーターのフィンですね。めっちゃ綺麗。多分交換してあるはずと、ぐるっと回ってエンジン側見ていきましょう。はい、こちらエアコンのコンプレッサーですね。これも綺麗やな。交換してある説あるぞ。と補機駆動用のベルト、さすが V12、非常に長いですね。いつ交換されたか分かりませんが、現状は大丈夫そうですね。そしてクランクプーリー、これはおそらく2008年からこの車とずっと一緒にいるやつだと思うんですけど、錆が結構出ております。こんなもんですよ。そしてオルタネーター、これもねなんか綺麗に見えるんだよね。どうなんだろう、洗ってあるだけかもしれませんが、もしかするとこれも交換済みの可能性がゼロではないですね。そしてちょっとカメラがねぶち込めないんでね見づらいと思うんですけど、見えるかな。なんか黒いんですよね。あそこはちょっとオイル漏れの跡がありますね。ヘッドガスケットか。で下までびちょびちょに垂れてきてるような感じではないのでいいかな。何度も言いますけど車検通ってますからねこの車ね。はい、そしてねお次に見えてくるのはオイルパン。めっちゃ綺麗かと思いきや、これオイルで湿ってるだけですね。オイルパンの後ろ側結構テカテカテカリンでございます。これはアンダーカバーついててね滴下せずにこの辺に溜まってたからだと思うんですけど、これは漏れですね完全に。どこ？やっぱ上からかな。こっち側ひどいね。やっぱさっき見たとこからじわじわ垂れてきてたかな。もしかしたらこのオイルパンのつなぎ目からかもしれませんが、その上のホースみたいなやつ、グレー色のやつで、これにもオイルがついてるんで、おそらく上からの漏れだと思うが、なんでしょうね、わかりません。奥ねオイルフィルターブラケットの根元にも結構オイル溜まってますね。でもオイルフィルターブラケットめちゃくちゃ綺麗なんだよな。てかこの辺の鋳肌信じらんないぐらい綺麗なんですよね。これシリンダーブロック交換してある？もしかして。そんなはずはないけどな。なんかこの辺の汚れ具合とシリンダーブロックの鋳肌の綺麗さがね全然マッチしておりません。とエンジンマウントはおそらく2008年から変わってないかな。汚さはねなんか怪しいな。めちゃくちゃ掃除してある感じがしますねこの車。はい、どんどん見ていきましょう。エンジンの後ろ側ですね。やっぱこの辺オイルがギチョギチョしてる。こっから見るとねすごい綺麗なんですけどね、オイル漏れとかなさそうに見えますが、下側を見るとね結構垂れた跡がありますもんね。これオイルパンかな。今回はね診断する動画ではありませんからね、さらっと流していきます。はい、そしてですねこちらステアリングギアボックスラック&ピニオンタイプに変わっております。2年前に紹介したセンチュリーはねボールナットタイプっていう、今ではねもうトラックぐらいしか使ってない構造だったんですけど、さすがにね、このタイプに変わってますよね。そしてね2008年の車って言ったらもうちょっと汚いと思うんですけどね、これもやたら綺麗なんですね。おそらくこれも交換されている可能性がゼロではありません。とスターターモーターこちらですね。5リッターもある車なのにねそんな大きくないですね。かなりリダクションして回してると思うんで、こんなもんって言われればこんなもんなんですけどね。それとオイルが漏れがちなミッションとエンジンのつなぎ目ですね。全然綺麗、一滴もオイル見当たりません。カリカリに乾燥しております。素晴らしいですね。そしてミッションのオイルパン、ここもオイルが漏れがちなんですが、もう一滴も出てませんね。非常に綺麗な状態を保っております。でこの2008年式の2代目センチュリーからですね AT4 速から AT6 速に進化してるみたいです。それに伴いねオートマがかなり長くでかくなっております。さすがにね4速だと少ないって思ったんでしょうね。現代でも通用する6速のオートマになったみたいです。そういえばマフラー見ておりませんでしたね。左右からね出ております。はい、触媒がありまして、フランジがあって、センサーがあって、液パイがここで合流します。でその上にプロペラシャフトがおりますな。ゴムのダンパー付きで、ダンパーもね全然綺麗ですね。ひび破れ一切ございません。綺麗です。大変素晴らしい状態を保っております。そしてここからね1本になった排気管がまっすぐ伸びまして、ここでまた分岐します。ものごっつでかいサイレンサーですね。2個
ついております。でその上にはまたねプロペラシャフトがおりまして、リア側にもゴムダンパー、ごっついねこれで、ひびなど一切ございません。リア側も非常に綺麗な状態です。でその後ろにデフですね、アルミカバーのねちょっとよかっちゃんのデフ玉がついておりますと、ドレンプラグとレベルプラグですね。なんか書いてありますね。オーナーズマニュアルフォーオイルタイプ、オイルのタイプをちゃんと、オーナーズマニュアル読んで調べろよってことですね、おそらくね。はい、LSD 車にね標準のデフオイルとか入れると一撃でぶち壊れるらしいんでね。で左右ドライブシャフトですね、ビヨーンと伸びておりまして、外側はさっきちらっと見えてたと思いますが、破れなど一切ございません。内側もなんか若干ギってるけど、破れちゃいないでしょ。大丈夫だと思います。はい、左側もね、全然破れておりません。外側も大丈夫です。もし破れてたらね、そこら中にねグリスを撒き散らしてひどいありさまになってるはずですんでね。はい、そしてどんどん後ろに行きまして、分岐したマフラーがさらにでかい太鼓に入っていきます。はい、左側も同じくですね、でかい太鼓を2個通過してやっと出口って感じですね。はい、どんだけ消音したいねんって感じなんですけど、実際にね排気音めちゃくちゃ静かですからね。はい、これもねトヨタのホスピタリティの一つかなと思います。で燃料タンクどこだ、そういえば見てねえな。確かね95リットルぐらいのクソでっかい燃料タンクなんですけど、見当たんねえな。給油口がここにありますんで、もう中に入っちゃってんのかな、見えないようになっております。むき出しの燃料タンクってね結構危ないっちゃ危ないですからね。本物の VIP を運ぶためにはね、おそらく燃料タンクも内側に隠してね、より安全性を高めようとしたんじゃないかなと思います。はい、ということでねセンチュリーの下回り確認してきたんですが、これに関してもね皆様コメントで、感想をお聞かせください。最近ね YouTube 軍がねコメントの数で動画の良し悪しを判断してるって話がありまして、どんな些細なことでもいいんでねコメントをね一つでも残していただけると幸いです。本当にね有料の視聴者様っていうのは、ね、高評価だけ押してコメントもせず動画をちゃんと全部見て去っていっちゃいますけれども、僕を応援する気持ちが少しでもあるのであれば、楽しかったとかねすごいとかね、そんなコメントでもいいんでねしていってください。ではい、これ分かりますか？僕がさっきまでネイタ代わりに使ってた段ボールなんですけど、濡れてますね。これ僕の汗です。車の下に潜ってねくっちゃべってるだけでこんぐらい汗が出るぐらい熱い、もうたまんない。ということでねカメラ移動とかめんどくさいので、動画外でアンダーカバーつけてホイールつけて車を下げました。はい、ホイールもつけてね、車降りましたんで、お次はクーラーガスの点検ですね、やっていきます。はい、まずはですね、ここ見えるかな、奥にいるあれ、黒いプラスチックのキャップみたいなやつ、これピントあって、これですね。これが低圧側のバルブですね。ここにこいつを着します。めちゃくちゃ撮影もしにくいし装着しにくいんですけど、このキャップを外しまして、これ L ローってことですね。はい、そこにねこの低圧側のチャックを刺していくんですが、この長さいけるかな、めっちゃ狭いんだよな。ちょっとはめてみます。はい、やっとこさはまりました。ここについてたボルト1本外して、見えてるかな、ギリギリ見えてると思います。こいつを外さないともうこのホースが通んなくてね、はい、トヨタの割に非常に優しくない構造をしております。でこれでね低圧側はセッティング完了しましたんで、お次は高圧側ですね。こっちはね前にドカーンといるだけですんでね、ここを緩めまして、はい、キャップを外します。はい、このチャックを刺すだけです。なんでこんな優しくない構造になってるんでしょうね。ということで、この状態だとねもう上にかけたりすることできませんので、ちょっとこの上に置いてやっていきます。よくないですけどね本当はね。はい、これでギリギリ見えるかな。まあ落ちることはないでしょう。この状態でエンジンをかけてね冷媒圧力の方を見ていきます。アイドリングで現状こんな感じなんですけど、基本的にね走行中にエアコンが効けばいいんで、だいたい2000回転ぐらいまでアクセル踏んでエンジンかけてね、冷媒圧力がどんぐらい下がるかちょっと見ていきましょう。回転が上がれば冷媒圧力下がるっぽいですね。でちょうど真ん中ら辺に来てたんで、冷媒の量的にはそんな問題ないんかな。まあちょっと微妙なところなんですけれども、はい、今回はこっちもちょっと見てみましょう。わかるかな、なんかすごい泡がいっぱい流れてる感じになってるんですけど、冷媒の量が足りないとねこんな感じになります。もうちょっとね液体がさーっと流れてる見た目になればいいんですけどね、今ちょっと泡っぽいので、一旦応急的な処置としてね今回はこちら
エアコンの漏れ止め剤と蛍光剤が入ってるやつですね。これを入れればね、どっから漏れてるのかとかね、分かりやすくなりますんでね、一旦これを入れて様子を見ます。で、まだ足りないようだったらクーラーガスの補充ですね、ちょっとしていきます。で、こいつ本体にもね、クーラーガス若干入っておりますんで、まあこれ一本でどうにかなってくれればいいですけどね、っていったところですね。ということで、こいつを開封していきます。これを閉めるとね、中の針が下に下がっていって、こいつにズボッと穴を開けて缶が開きます。はい、今開きました。で、緩めまして、そしたらね、この真ん中のバルブちょっと押して、この黄色いホースの中に入ってる空気をね、一旦押し出します。OK。はい、そうしましたらね、このローのバルブを緩めると、この缶からね、黄色いラインを通って、この中に入って、青いホースから、車の冷媒サイクルの中にね、このガスが送り込まれるっていうやつです。はい、入れていきます。で、ここよく見といてください。ガスが入っていってる時はね、ここにブジュブジュブジューっとガスが見えるはず。ほら。これ蛍光剤ですね。こいつにね、ブラックライト当てると光りますんで、もしね、さらにエアコンが効かなくなってきたなーって時に、エアコンの配管周りとかをね、ブラックライト当てながら点検するとすぐわかります。ということでね、このちっちゃい缶分一旦全部入れます。OK。で、こっちをしっかり締めまして、もう一回ね、2000回転ぐらいまで上げてね、この冷媒圧力どうなるか見ていきましょう。圧力的にはね、結構いい感じなんですが、こっち側がね、まだまだ泡っぽい感じするんで、もうちょびっとだけね、クーラーガス入れていきたいと思います。でもこのカンカンにはね、もう入っておりませんので、一旦こいつを取り外しまして、はい、これが蛍光剤ですね。ちょっと一旦この辺拭き拭きしまして、はい、新しいカンカンですね、セットします。で、パッキンに押し当てて開封。はい、でもう一発ね、エアを押し出しまして、はい、回転上げるとね、まだ結構下がりますんでね、もうちょっとだけ様子見ながらやっていきます。あ、てかやばいね、カメラが高温になってフラッシュがかけなくなってますね。もうやがて落ちると思います。なんで補充が、完全に完了するまで一旦カットします。はい、補充完了しました。アイドリングだとね、ちょっと適正値上回ってるんですけど、回転上げるとね、ちょうどいいぐらいに落ち着きます。はい、そしてこの点検窓ですね、最初よりは全然マシになりました。ぐわーっと流れてるの分かりますかね。割と一定にね、冷媒がガンガン流れてる感じがしますんでね。はい、これでね、クーラーガスの補充は完了にしたいと思います。思ったより入りましたね。で、まあ、クーラーガスっていうのはね、多すぎてもダメだし、少なすぎてもダメなものなんでね、この動画を見て真似するようなことがないようによろしくお願いします。車によってね、必要な補充量だったりとか、なんならね、クーラーガスが減ってるだけじゃなくてね、他のところが壊れてるみたいな話もありますんでね。はい、そしてですね、吹き出し口温度ですね、アイドリングで6度ぐらいまで下がるようになりました。さっきね、車入れて点検してる時は、おそらくね、このガレージの中30度もなかったと思うんですけど、今、外気温36度の状態で、アイドリングで6度まで下がるようになったんでね、だいぶマシになったんじゃないかなと思います。はい、ということで、エンジンを止めまして、はい、この配管ですね、外していきます。こっち側も外しまして、クソ熱いで。一旦こやつには引いてもらいましょう。そして奥側のキャップですね、つけるんですが、もう映せそうにありませんので、そこはカットします。低圧側のキャップとそこについてるボルトで止まってるステーみたいなやつね、装着完了しました。普通に危ねえ、これ。やけどする。はい、ということでですね、一旦エアコンも効くようになりましたんで、はい、試運転の方やっていきましょうかね。もうつなぎがね、汗でびっちゃびちゃになりましたんでね、着替えてから行きたいと思います。はい、試運転ですね。来ております。盆真っ只中の金曜日ということでね、渋滞が心配なんですけれども、このままね、ちょっと高速道路まで乗りに行って、その帰りに、まあ若干ね、うねうねした道なんかも走りに行こうと思っております。そしてですね、作業中にね、つなぎがびちょびちょになってたと思うんですけど、もちろんパンツまでびちょびちょになりましたんで、
今ノーパンでございます。当チャンネルの夏の風物詩ですね、ノーパン試運転です。で、会社から出てね、一旦コンビニに寄って、ちょっと朝から何も食べてなかったんで、もう夕方ですけど、朝飯食ってたんですけど、コンビニから出る時ですね、バックギアに入れましたら、リアのカーテン勝手に開くようになってるんですね。すごいわ。これがトヨタのホスピタリティって感じがしますね。で、一般道をね、ある程度走行してみて思うことは、もうとにかくふわふわですね。おそらくね、皆さんの想像と同じだとは思うんですけど、ザ・トヨタって感じがいたします。昔からね、なんか日産は硬くてトヨタはやばいみたいな話が通説だったらしいんですけど、まさにその時代の車ですんでね、とにかくふわふわでね、できるだけ段差などを感じさせないような足回りになってる雰囲気がありますね。で、普段ね、シエンタ乗ってるんですけど、シエンタだとドゴーってなるような段差でも、これだとパシッパシッって何事もなかったかのように通過してくれる感じです。で、結構ね、ふわふわしたね、乗り心地の車が嫌だって人多いらしいんですけど、僕はこういうのの方が好きなんでね、これに関してはね、超高評価をつけたいと思います。そしてですね、今エアコンをフルマックスでね、回してるんで、あんまりわかんないかなと思うんですけど、室内、ものすごい静か。やばいですね、この静けさ。ちょっと暑いんでエアコンを戻しますね。2年前に紹介したセンチュリーはですね、ベルト駆動のファンで、エンジンの回転が上がったらね、ファンのね、風切り音っていうか、フオンフオンって言ってたんですけど、この方はですね、電動ファンに変わりましたんで、マジで走行中の音がしません。なんならね、アイドリング中なんでね、もうエンジンかかってるかどうかわかんなくてね、もう一回クランキングしそうになるぐらい静かなんですよね。これに関してはね、前のセンチュリーも同じだったんですけど、ちょっと前に買ってきたクラウン、17クラウンですね。あれに乗った時にめちゃくちゃ静かだなーって、これ以上静かな車あるんかなーって思ってたんですけど、ありましたね。クラウンと一緒にするのはね、どうかとは思いますが、結構ね、金額差ありますんで、その分のね、静粛性の差などはあるんじゃないかなといったところでございます。で、そうだ、皆さんお気づきかもしれませんが、後部座席に座っている時の視線に一番近いような、カメラポジションにしてありますんでね。おそらくね、この動画を見ている皆さんはね、一生座ることのないセンチュリーの後部座席、今のうちに体感していってください。それとですね、感じたのは、フェンダーミラー。めちゃくちゃ見やすい。動画の中で話したと思うんですけど、この衝突安全なんちゃらかんちゃらとかでね、このフェンダーミラーですね、今は廃れてしまったものなんですけれども、これいいぞ。これ事故減るんじゃない？言うてここまでね、ボンネットの長い車じゃないとね、フェンダーミラーの優位性みたいなのは発揮できないと思いますんで、あれなんですけど、いや、ここまで見やすいとは思ってなかったですね。前買ってきたセンチュリーはね、本当にゴミだったんで、ガソリンスタンドに行くぐらいしかやらなかったんですけど、こうやってちゃんと運転するとね、フェンダーミラーですね、素晴らしい構造なんだなっていうのを身に染みて感じますね。ドアミラーだとね、多少なりとも首を動かさないとね、確認できなかったりするんですけど、このフェンダーミラーだとね、視線の移動だけでね、簡単に、右後方、左後方、確認することができますし、ドアミラーじゃね、見えない部分までね、バチクソに見えますんでね、世の中にはですね、車線変更がもう怖くてできないとかね、どうしても必要な場合は、ママよで行っちゃう人がいるらしいんですけど、そういう人こそフェンダーミラーの車買うべきだと思います。ということで、一般道で話すのはこのぐらいですかね。高速道路までカットします。さあ、盆休み期間中の高速道路でございます。してます。一体どんなカオスが待ち受けているんでしょうか。正直乗りたくありませんが、これ仕事なんでね。さあ、加速車線。加速しろ。加速し、もうバカタレしかおらんわ。危険すぎるこいつら。なぜ金を払って70キロで走る。はい、ちょっと一悶着ありましたが、高速道路無事乗ることができました。ですがハンドルがブルブルする。これ映ってるかな。微妙なんですよね、ブルブル加減が。あ、来た。映ってるこれ。ハンドルブルブル。わかる？映ってて。あ、いかん。ここで降りるつもりだったけど。もうちょい行こう。車屋さんなんかホイールバランス取ったって言ってたんだけどな。で、さっきね、タイヤ外した時もね、バランスウェイト見てみたんですけど、結構綺麗だったんですよね。すごい。見えますこれ。映ってるといいな。これちょっと会社戻ったら、
ホイールバランス取らないといけませんね、これさすがに。ああ、すごいすごい。ちょうどね今95キロなんですけど、高速道路で一番使うであろう速度域でハンドルがブルブルします。おそらくホイールバランスで治ると思うけどな、この程度だったら。あ、92キロ。あー、来た来た来た。あー、すごいすごい。あー、すごいすごいすごい。ジムニーじゃん、やめてよ。ということでハンドルがブルブルする以外は非常に快適ですね。はい、高速道路も。ということでね、次のインターで降りて、ワインディングかっこ笑い走りに行きましょう。そういうところ走る車じゃないですけどね、一応ね皆さんにより濃ゆい情報を伝えるためにね、行きます。はい、またまた一般道に戻ってまいりました。どのぐらい走ったんかな、おそらくもう4、50キロ走ってると思うんですけど、やっぱカーシートはダメですね。僕がね極端に汗っかきっていうのはあるんですけど、もうやばい。エアコンすごい効いててね、指先とかつま先とかもう冷たくなっちゃってきてるんですけど、ケツと背中だけはクソ暑い。だから嫌いなんですよね、カワシート。運転席にも風が出るやつつけてくれたらよかったのに。そもそもね、ファブリックのね、随陽っていうグレードのね、内装にしてないのは非常にセンスがないと言っても過言ではないですね。なんでこれがいいって言われてんのかわかんないんですよね、本当に。それとですね、めちゃくちゃどうでもいい昔話なんですけど、カワシートってね、馬車の前の席に使われてたらしいんですよ。もともとね。労働階級の人たちが乗る、前の席、馬をこう、えいえいって操作するフロントシートはカワシートで、耐久性を持たせて、上流階級の人たちが乗る後部座席はですね、ファブリックのシートだったらしいんで、そのことから察するにシートとして上質なのはやっぱりファブリックなんですよ。それがですね、今となってはなんか高級取りのね、上流階級みたいな人たちが好き好んでカワーシートの車を買っているってね、ちょっと意味わかんない状況になってるんですけど、これは一体どういうことなんですかね。実際にはね、どういうこともクソもなく、ただメーカーの思うツボなだけだと思うんですけどね。そういった昔話もあるよということでね、ワインディングまでちょっとカットします。さあ、ワインディング、かっこ笑いでございます。ガチ攻めしていくぞー。そう、この道ですね、ワインディングとはいえ結構うねりとかね、段差とか多いんでね、こういう車のねレビューをするには最適なんですよね。ひたすら柔らかい車って感じですね。そんなになんか目立った感想は出てきませんが、一つ強いて言うとするならば、ロールしない。これおそらくエアサスの制御のところだと思うんですけど、なんか曲がってる時に車体が傾く感じがほとんどしないんですね。この速度でねロールするかって言われたら多分あんまりしないと思うんですけど、それでも他の車よりはなんかロールしてる感じがしないですね。そしてちょっとアクセルを踏み込もうが抜こうが曲がってようが止まってようが、いついかなる時もこの車は静かです。これは気難しい社長さんたちの移動車に選ばれるのもうなずけますね。でも本当はね、後部座席に乗って誰かに運転してもらってねレビューしたかったんですよ、僕もね。でいきなりお前センチュリー運転しろやって言ってねしてくれる人もなかなかいませんのでね、今回は私がハンドルを握っております。もしかしたらそのうちねセンチュリーの後部座席レビュー動画みたいなのを出すかもしれないんでね、はい、気になる方はねチャンネル登録しておいてください。よろしくお願いします。やっぱね走る気にもならんですね、この車は。全てが優しすぎる。後部座席だともっといいんだろうな。このもったりしたねサスペンションとかね、もったりしたエンジンの制御、トランスミッションの制御っていうのもね、その全ては後部座席に乗っている人のためだと思うんですよね。なんで本当のレビューはね後部座席に乗ってするべきなんでしょうけどね。いつか誰かに運転してもらおう。やっぱねかなりブレーキングは重さを感じますね。やっぱこんだけ車重あるとねかなり前もった動作をね、要求されてる感じはありますよね。あと下り坂での加速がすごく速い。アクセル抜いてる時ですよ。多分重量のせいでしょうね。
マジでジェットコースターみたいにうおーって加速していくんで、長い下りとかだとね、気づいたらすごいスピード出てるみたいなことがあるかもしれません。で、そうだ、エンジンブレーキがね、きつめにかかんないのも、おそらく後部座席に乗ってる人のためだと思いますんでね。なんか、ここまで明確に分かりやすい意図を感じることができるとね、ちゃんとレビューできるんですよ。おー、いいね。ここも、ここはさすがにモコってなるな。段差にはめちゃくちゃ強いけど、うねりみたいなものは、これ車がでかいからかな。普通の車とそんなに大差ないって感じかな。ここも結構うねりが激しいですよ。よいしょよいしょ。よきよき素晴らしいね。やっぱマジでロールしないわ。へえ。エアサスの制御だけでこんないけるの？すごいよ。マジでロールしない。なんかね、駆け抜ける喜びとか言ってるね、外車にちょっと乗ったんですけど、この間。直進してる時はね、結構ガタピシってね、乗り心地悪い、硬いって感じなんですけど、ひとたびハンドル切ったら普通にグニャーってロールするんですよ。ロールスロイスなんですよ。なんでね、ちょっとこれ、何がいいのって思っちゃったんですけど、まあ、金額的にね、かなり違うんで、比べるのもおこがましいですが、私はね、このロールだけしないけど、普段はすごく柔らかい足回りの方が好きですね。言うてね、普段使いするかって言ったら絶対にしないんですけどね。センチュリー。そもそも何回も言ってますけど、自分で運転する車じゃありませんから。ショーファードリブンですね。僕がね、運転手を雇えるぐらい稼いでも乗らんな。自分でシエンタ運転するわ。さあ、いつもの休憩スポットにやってまいりましたんで、休憩しまーす。よし。日暮らしが鳴いておりますよ。さあ帰りましょうね。ちょっと全開加速してみるか。前後車いませんので行きまーす。おお、早いね普通に。さすがに5リッター V12 もあるとさすがに早いが、エンジンとね、オートマの制御めちゃくちゃもっさりしてる。ドカッとアクセルを踏んでからマジで2秒ぐらいなんか間があってうーって加速していく感じですね。この辺の制御もね、何度も申し上げますが、後ろに乗ってる人のためでしょうね。それこそね、この6速のオートマですね、いつ変速してるのかも全く分かりません。もちろんね、460ニュートンメートルでしたっけのバカトルクで、ものすごく低回転でずっと加速していってるとは思うんですけど、それにしてもね、駆動の継ぎ目みたいなのをね、一切感じないんですよね。だからなんだって話なんですけどね。これは暗くなる前にガレージにたどり着けるかちょっと微妙ですね。汗でびっちょびちょになったつなぎをね、もう一回切るの嫌なんで、ホイールバランスは明日やります。そしてですね、見えてるかな、このミラーカーテン閉じてたらね、何も見えないですし、ついてる意味がありませんので、デジタルミラーをね、つけろと言われております。ガレージに戻ったらね、今日も帰りまして、明日ですね、ホイールバランスとこのデジタルミラーの取り付けですね、やっていこうと思います。はい、ちょうどね、ドライブを始めて1時間半ぐらい経ったんですけれども、何もない優しすぎる車の弊害が出てきましたね。シンプルに眠いです。今日もね、朝からずーっと汗びっちゃびちゃになりながらね、作業解説などしておりましたんでね、シンプルにね、いつもより疲れてるっていうのはあるんですけど、快適すぎる。唯一不快なのはやっぱこの革シートですね。はい、もやがでガレージ着きますんでね、この車に乗った感想というかまとめですね。はい、ひたすら静かで快適でございます。革のシート以外はね、もう何回乗ってもね、革のシートだけはちょっともう本当にわかんない。なんか普通に乗れてる人たちの気が知れないっすもん。なんでこんなクソみたいな
シートがいいとされているのか、もう私には理解ができません。と、馬力も十分、コーナーもスイスイ曲がっていきます。ロールしないのが非常にグッドですね。あと、フェンダーミラー、とても見やすくてよろしいです。なんかやたらデカさを感じるかと思いきやね、フェンダーミラーのおかげで、めちゃくちゃ、周囲の状況、見通しやすいんでね、普通に運転しやすいですね、この車。あとはね、エアコンもガンガン効くようになりましたし、特に言うことはもうないですね。ハンドルが90キロ前後で、ブルブルするのと、あとこのミラー、デジタルミラー装着したら、もう普段使いも全然いけちゃうよ、みたいな車になっちゃうんじゃないかな。エンジンのオイル漏れとかはね、ちょっと目をつむらせていただきますけれども。その他ね、おおむね良好でございます。それとですね、こういう高級車だったりね、世間的にステータスとして扱われているような車に乗ると、ひとたび生きり始める人たちがね、世の中にはいっぱいいるらしいんですけれども、そういう人たちにちょっと言いたい。車が偉いだけであって、お前別に偉くなってねえぞと。なんかその車を持ってるからって、あなたのステータスは別に上がんないわけです。あなたはあなたじゃないですか。スポーツカー乗りとかもね、この車に乗ってる俺かっこいいみたいな意識で乗ってる人たちも、たまにいるらしいんですよ。結局ね、すごいのは車であって、あなたではないっていうところがありますんでね。今で言うとやっぱあれですよね、ザンクレアルファードに乗って、生きっちゃうような人たち。そういう人たちはね、車がステータスとして認知されているだけですのでね。はい、ここはね、結構田舎なんでね、そんななんかザンクレアルファードウェイウェイみたいなのはあんまり見ないんですけど、どうですか皆さんの住んでる地域は。ザンクレアルファードウェイウェイ、片落ちのレクサスウェイウェイみたいなのいっぱいいるでしょ、どうせ。そういう奴らのせいでね、逆に片落ちのセダン、ダサくね、みたいな風潮が発生したりするわけです。正直ね、僕もこのセンチュリー、運転してるの、恥ずかしいですもん。好きでこの車に乗ってる人に対してちょっと申し訳ないんですけど、さっき自販機の前に車止めて、一服してたじゃないですか。あの時何台か車通ってったんですけど、マジで恥ずかしかった。ほとんどの人はね、何も気にせず通り過ぎてるだけだと思うんですけど、中にはね、うわ、やべえやついるって思う人がいるかもしれないじゃないですか。やっぱ目立ちたくないんですよね。私生活で。なので、私は普段シエンタに乗っております。街中にね、同じ車がもう無限と言っていいほど走ってますんでね、街の風景に溶け込むことができるんですね、シエンタだとね。で、さすがにね、このセンチュリーっていう車になるとね、車好き以外にもね、割と認知されておりますし、なんかやっぱね、色物扱いされると思うんですよね。YouTube にね、顔面さらしといてお前何言ってんだって話かもしんないですけど、やっぱ動画での私と普段の私はもう違いますからね。はい。動画見ただけでね、僕の全部を知った気になってね、なんか友達ずらして近寄ってくるやつもいますけど、普段の僕と動画の僕はもう全くの別人です。キャラクターです、これは。その辺ね、履き違えないようにね、よろしくお願いします。ということでね、もう特に話すことございませんので、ガレージまでカットいたします。トンボを2匹撃墜してました。それと紹介し忘れてましたね。これオットマン、この後部座席のやつがね、ふんぞり返るための機能です。これね、ヘッドレスト、これ一番上まで伸ばすとね、前に倒れるようになってました。すごいね。はい、ということで試運転完了です。あとね、フロントホイールのバランス取りとデジタルミラーの取り付けすればね、一旦作業完了なんですけれども、つなぎもビチャビチャですし、パンツもビチャビチャのままですし、続きはまた明日。いやー、明日もどうせクソ暑くなるもんな。一回家に帰って、洗濯して夜中にまた戻ってきましょうかね。で、夜中になったらね、ガレージの中もね、ある程度涼しくなってると思いますんでね。はい、とりあえず一旦家に帰ってね、準備してきます。次のシーンへゴー。戻ってきました。現在夜の11時でございます。ということでね、ホイールバランス取っていきましょう。あんまりね、撮影こだわってるとまた汗びっちゃびちゃになってね、帰って風呂入んないといけなくなるんでね、カット多めでパッパッパッパーと飛ばしていきます。で、さっき使ってたこのクイックジャッキね、これね、セッティングがめちゃくちゃだるいんでね、だからオンボロガレージジャッキでね、片方ずつ外して、バランス取って戻してってやっていきます。ダメだ、暑いわ。もう帰ったらね、また風呂入るの確定ですね。よし、浮いたね。
もう両面テープカッスカスなっとるやん。これいつから貼られてるんだ。一旦これで様子見てみましょう。ゼロになってくれるといいけどね。ああ、ゼロになったね。ワンセット剥がしただけでゼロになりましたんで、とりあえずこっちは OK かな。ってなるとおそらく右側の方がかなりひどいアンバランスが出てるはず。とりあえずこいつはね、車に装着します。頼む。アンバランス出てて10、10。この程度で100キロでブレるとは思えんな。とりあえずちょっと邪魔そうなやつを剥がしまして、かなり古いウェイトがね 25g 貼ってありましたんで、こいつを剥がしてもう一回チェックですね。ああ、15になったね。まあ、25剥がして15に増えたってことは、合計では減ってるんでいいですね。と上に10、反対側にはウェイト貼ってないんで、もうとりあえずこれ通りに貼っていきます。一旦ね、ウェイト貼る箇所をパーツクリーナーで拭いて10g ですね。で外側 15g、 またパーツクリーナーで貼り付け箇所を拭きます。15ね、この辺 OK、 チェック。思ったよりアンバランス出てなかったですね。とりあえず現状0になりましたんで、これで OK です。ではそのうちね、4本ともタイヤ交換するかもしれませんので、ハンドルのブレに関してはね、あんまり深追いしません。はい、映ってるかどうか分かりませんけどね、もう汗びちゃびちゃになりました。おしまいです。はい、ホイールバランスは OK です。で、デジタルミラーどうしようかな。つけるか。多分ね、ホイールバランス取るよりこっちの方がね、汗びちゃびちゃになるんでね、エアコンガンガンに効かしながら作業できればいいんですけど、電気配線作業がね、ちょっとありますんでね、さすがにそれは無理だということで、ちょっと迷ってるんですが、どうしましょうかね。やるか。やろう。はい、なるだけ汗をかかないようにね、ゆっくりまったりやっていきましょう。取り付けるのはこちらですね。バルーチェ M、ミラー機能のみですね。録画機能ございませんってやつです。これ動画になってるかわかんないんですけど、この間ハイエースに取り付けたやつと同じものですね。はい、本体がこちらで、あとは配線だったり何だったりいろいろ入ってる感じです。ということで、まずはね、電源の方から取っていきましょう。多分このパネルを外して、こいつらを外したらアクセサリー電源の配線がどこかにいるはずなんでね、まずこいつを取り外していきたいんですが、ちょうどここにね、えぐった跡みたいなのがありますんで、ここにレバーを突っ込んで外していきます。うわ、硬いねこれ。もうすでに汗がね吹き出してきております。車の中普通に暑いわ。よし、浮いた。この間のハイエースはね、業務用車なんでね、そんなに気使わなくてよかったですけど、今回はね、ちょっと気使ってやんないといけないんでね、だるいっすね。よいしょ。ちょっと音声がガバつくかもしれませんが、さすがに暑すぎるんで扇風機を使おうか。すいません、使います。うわ、風がちょっとでも動くだけで全然違いますね。はい、ガンガン外していきますよ。おそらく音声は最悪になってるはず。ネジが合計5本ですね。本当は6本なんですけど1本外れてたんで5本です。一旦ね、これシフトノブが邪魔なんで、シフトロック解除ボタンを押してね、一番下にやっておきます。そうしましたらこやつを引っ張り出しまして、一応ね、下にウエスでも敷いといて、この中からアクセサリーの配線を探します。これは ETC のやつかな。こっから分岐させるか。はい、とりあえずね、ちょっと電源の分岐配線を作ってきます。はい、アクセサリー電源ですね。分岐の配線を作りまして、ここから取れます。次はアースですね。おそらくね、もうこの辺の黒い配線全部アースだと思いますんで、こいつを分岐させてもいいんですが、もうちょっと根元の方から取った方が、気持ちいいので、探しております。はい、
発見次第ね、またアースの分岐線も作ってね、つなぎます。はい、ナビ横にね、普通にアース線ありました。ここから取ります。新しいアース線とね、プラスの分岐線できましたんで、お次はこれですね。増設シガーソケットね、ここに接続します。もうね、ギボシつけてありますんで、あとは挿すだけですね。はい、これでキーオンにしたらね、ここに電源が来ますので、はい、ロックを外しまして、はい、こやつをぶっ刺します。で、ロックを閉めます。はい、で、電源のね、USB ケーブルをここにセットして、はい、キーオンにします。今日は8月16日土曜日です。はい、電源入りますね。で、今はね、カメラが接続されてないんで、何も映りません。はい、とりあえずね、電源が来てることを確認できましたんで、こいつらをね、この中にぶち込みます。で、なんでね、こんなややこしい取り方してるかっていうと、この付属してる電源コードのこのシガーソケットの中にですね、12V をね、5V に変換する変圧器みたいなのが入ってまして、前ね、ハイエースに装着した時、ここから配線ぶっちぎって、ダイレクトで 12V で取ったらね、これ電源入らなかったんですよ。はい、なんでね、これちょっとかさばるんですけど、もうぶち込んじゃえばね、見えませんので、もうこっちのものです。で、ちゃんとね、このシガーソケット、ロック機能もついておりますんでね、はい、中で暴れて外れるようなことはありませんから。あと、なんならね、こいつの先端にね、ヒューズ入っておりますんでね、いざという時も非常に安心な設計ということですね。はい。ということで、この配線をビヨーンと伸ばしまして、こいつをどうしようかな。運転席足元を通して、ピラーを通して、ここまで持っていきたいと思います。この作業が一番だるいっす。はい、でね、私この車種触るの初めてですしね、配線の引き回しとか別に得意でも何でもないのでね、どんな雰囲気でこう通っていってるのかなみたいなのだけちょっと伝わればいいんでね、こっから先はタイムラプスでこの配線を上まで持っていくところですね。はい、かっ飛ばしていきます。はい、配線ね、奥にぶち込みまして、下から回してます。はい。で、この隙間をビヨーンと上に引き上げて、純正の配線の横をはわして、上に持っていって、はい、ルーフの中にね、ぐいぐいと配線を押し込んで、最終的にここに出てきました。はい、これで電源線の取り回しは OK ですね。はい、一旦ね、ここのピラーとバイザーと、オーディオとエアコンの操作盤ですね、組み戻していきます。はい、組み戻せました。では、電源線を取るのはね、比較的楽なんですけれども、今からね、この辺からずーっと後ろまでリアカメラの配線をね、通さないといけません。前回ね、リアカメラつけたのハイエースだったんでね、何もついてなくて、ただ長くてめんどいだけだったんですけど、これね、いろいろついてますし、そもそもセダンですし、内装もね、しっかり取り付けてありますんでね、この間の何倍もだるいんじゃないかなと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、まずね、問題になってくるのはね、そもそもトランクのどっち側をメインの配線が通ってきてるかですね。まあおそらくセンチュリーのことだから左右とも出てきてるとは思うんですが、どっちの方が通しやすいかですね、確認するためにこのね、布切れをちょっと外していきます。こっちも外していきましょうね。てかいかん。風がないだけで汗が吹き出してきております。すいません、扇風機使います。ちょっと君、食べようか。なんか車外の配線みたいなのあるぞ、これ。やっぱリアカメラ残ってる？嘘？そんなのついてなかったですね。ないよね。トランクと後部座席の境目は、どこですか？見える？見えんね。もうちょっとこれ頑張って取るしかない？ちょっとね、ここグダグダしそうなんでね、配線の通しどころが見つかるまでカットしましょうかね。はい、やっとこさ、カバーが外れました。でもそんなとこまでちゃんとしなくていいよってところまでちゃんとしてますね、この車。作業がめちゃくちゃやりにくいです。で、奥に見えますかね、ゴムのグロメットらへん。あそこが多分室内の入り口だと思うんですけど、右側、左側、どっちもあるんですよね。見えるかな？奥。めっちゃ奥。全然ピント合わねえや。
黒いね、太いチューブみたいなのが室内に入っていってます、左右。で、ちょっと気になるものを発見しました。これ、もげた配線が、プラーンって出てまして、おそらくこれね、説明書が入ってたバックカメラの配線、この辺でぶっちぎってんじゃないかなと思ってね。なんで、今回は右側から通そうかなと思いますが、ルーフの右側ですね、もうすでにね、電源線が来ててちょっとごちゃついてるんで、もしかしたら邪魔になるかもしれないですが、まあ、そんぐらいの余裕はあるでしょう。それとですね、配線を上から通すか下から通すかかなり迷っております。おそらくね、下から通すんだったらまたこの辺パカパカーっと外してね、このスカッフプレートなどを外して、下の方ズルズルズルーっと引いていって後ろって感じなんですけど、上だとね、おそらくこの隙間に無理やりねじ込んでいったら割と簡単に配線入っていくんじゃねっていう気がしておりますんで、そっちの方向で行こうかなと思っております。おそらくね、下回すよりね、配線の長さも短くて済みますんでね、上からの方がね。はい、ということで、ちょっとまたね、汗まみれになってきましたんで、一旦ちょっとクールダウンしてからね、カメラの配線、引いていきたいと思います。今リアシートのところまで到達したんですけど、やっぱこれ純正じゃない穴が開いてますね。おそらくバックカメラの配線でしょうね。これもともとついてた、何かしらがあってね、配線ぶちもいで、そのまま放置されてるみたいです。そしてですね、このままピューっと下に行きますと、ここで切られてるんですよ。おそらくね、このエアバッグの部品はね、外すのがめんどくさくてそのままにしといたんでしょう。てか何これ、切ったね。なんかようわからんガムテープみたいなやつで配線が止めてありますね。で、せっかくなんでね、もうこの配線を使用して、このバックカメラの配線ですね、向こう側にビューンと引き抜きたいと思います。疲れたー。はい、前から持ってきた配線ですね。この裏通しまして、余った分はここでまとめてね、ナンバー灯のグロメットのとこですね、そこに、カメラの配線ぶっ通して、はい、表に出してあります。で、あとはまあ、こいつをね、この辺どっかに貼り付けるだけですね。で、この配線はというと、ナンバー灯の取り付け部ですね、ちょっと削りまして、穴をほがして打ち込んであります。まあ、パッと見ではね、全然わかんないところなんでね、まあ大丈夫かなというところで。はい、とりあえずこれでね、配線通し、カメラ接続完了しましたんでね。はい、実際にね、画面に映るのか、ちょっとチェックしていきましょう。はい、映ってください。これね、結構起動に時間かかるんでね。はい、映ってます。これ多分ナンバーの角あたりが今映っておりますね。ということで、あとはもうバラバラにしたね、内装だったり、なんだったりをひたすら組み戻していく作業ですね。ここはもうカットでいくか。てか今何時？もう夜中の2時ですよ。まあ暑いとはいえね、昼間よりは全然マシなんでね、夜のうちに終わらせてから帰りたいと思います。帰ったらまた風呂入らな。めちゃくちゃめんどくさいですけどね、まあ夏なんで仕方ないということで、はい、組み戻していきます。はい、本当にね、真っ暗な外に出してみたんですけど、案外暗くても映りますね。で、これですね、画角めっちゃ広いんでね、上下調整可能となっております。はい、ズームもできます。で、今回ですね、バッグに入れた時にね、LINE が出る機能もこいつついてるんですけど、LINE とか別に出なくてもいいんで、メインのね、長い配線についてた赤いバック信号線ですね、あれは接続しておりません。はい、ということでね、今回の作業はこれにて完了です。
おざっす。ホイールバランス取りましたんで、ハンドルのブレ直ってるかと、あと、このデジタルミラーですね。どんな感じか、ちょっと見るために、もう一回ね、高速道路乗りたいと思います。直ってるといいですけどね、どうでしょうね。はい、現在ね、90キロ後半ぐらいなんですけれども、見えますかね？ブレてます、普通に。直ってませんでした。言うてね、ハンドルがブレたりするのってね、回転部品でしかもう発生し得ないものなんでね、ホイールとタイヤのね、重量バランスではなく、おそらく外形の深淵度だったりとか、そっち系の話になってくるんじゃないかな。とりあえずこれはね、タイヤ交換してみないと何とも言えないので、ハンドルのブレに関してはね、次回に持ち越しって感じですかね。デジタルミラーに関してはね、特に言うことないです。非常に見やすくて良いかなといったところですね。ひどくなってるわ。あー、すごいすごいすごい。減速加速中だとかなり出ますね。で、軽くね、ブレーキを引きずったりするとね、スッと止まるんで、おそらくブレーキディスクが触れてるとかそういうのではなさそうですね。やっぱこれはタイヤ交換してみないと何とも言えないですね。ということで、ハンドルのブレの症状は次回動画に持ち越しです。ということで、ガレージまでカット。はい、状態チェック、試運転、軽作業完了いたしました。ここからはですね、まとめの方やっていきます。はい、2008年式、走行19万キロ、車両価格118万円のトヨタセンチュリー GZG50 後期ですね。外装はですね、17年落ちにしては綺麗な方かなと思います。内装に関してもね、ハンドル以外は目立った汚れなどなく、まあ綺麗な方かなといったところ。機関部に関してもね、多少のオイル漏れと若干怪しかった左のフロントのショック、あと高速走行時のね、ハンドルのブレ以外は特にありませんでした。はい、新車価格1200万弱。現在の価格は10分の1。整備や修理にね、ある程度のお金がかかるとはいえ、まあトヨタですんでね、外車みたいにしょうもない故障でべらぼうに金がかかったりすることもございませんので、これだけの装備がついて118万なら、まあお得かなといったところですが、税金や燃費、そもそもこんなでかいセダンが必要なのか、所有欲を満たすものなのか、生きるためのステータスとしてどうなのかというところまで含めると、もっと現代的でね、扱いやすく燃費もいい車が118万も出すなら無限に選べますので、この車を選ぶ理由は少ないのかなといったところでしょうか。言うてね、これは個人の意見ですのでね、この車のオーナーさんを否定しているわけではございません。はい、好きで乗ってる人ももちろんいるでしょうし、新車で購入してね、全然壊れないから惰性で乗り続けてますみたいな人もいることでしょう。はい、これ言っとかないとね、感情でしか物事を考えることができない車好きかっこ笑いみたいな人がね、誹謗中傷してきますんでね、そういった人たちがね、開示請求されないためにね、配慮として申し上げております。これは優しさです。そしてなぜ当時1200万もする車がここまで安くなってしまうのかっていう話に移っていくんですけど、高級車というジャンルはですね、悲惨なことに現行車しか認められないみたいなところありますんで、この車のステータス的な価値はすでに失われていて、何かとんでもなく優れていたりとか希少というわけでもなく、運転を楽しむためのドライバーズカーというわけでもありませんので、一部の車好きにもてはやされたりすることもなく、高い税金や燃料代を払ってまでこの車を維持する価値がなくなってしまうんですね。はい、そうなった車に残された道はイキリキッズのおもちゃです。はい、先ほども話したかなと思うんですけれども、高そうな車に乗ったらね、偉くなるって勘違いしてる車好きかっこ笑いみたいな人がね、世の中には一定数おりまして、そういった人たちのイキリに使われた結果、まともでない車両が多く出回ってね、新車価格の10分の1という結果になってしまっているのではないかと。言うてね、シンプルに欲しがってる人が少ないっていうところももちろんありますし、高級セダンというものはですね、一度登録しただけで3桁万円車両価値が下がるものもありますので、簡単にまとめるとですね、客層とそのイメージによって需給のバランスが崩壊した結果、新車価格の10分の1で取引されるようになってしまったと。
そんな感じですね。はい。それとですね、ここからはとんでもなくしょうもないヨタ話ですのでね、興味ない方はブラウザバックしてもらって構わないんですけど、2年前に紹介した初代後期のセンチュリーの動画にですね、こういうリスペクトを感じない歌手の動画見てるとイライラするってコメントがついてたんですけど、リスペクトっていうのはですね、する側が勝手にするものであって、される側が要求するものではないんですね。はい、背中で語れってやつです。はい、僕自身ね、リスペクトするもの、人は自分で決めます。皆さんもそうであるべきです。それなのにね、自分とは全く関係のない車、しかもね、他人が所有している車に対するリスペクトを求めるっていうのはね、そもそも大きな間違いを犯していますし、僕がリスペクトしたところでね、それは車に対するリスペクトなので、そのコメントした人にはね、一切関係のない話なんですね。おめえがそんなこと言うなら、ただで動画見せてやってんだから、まず僕をリスペクトしろっていう話になっちゃいますからね。でも僕はそんなしょうもないことは言いませんし、人をリスペクトせずね、いきなりカス呼ばわりしてくるようなやつと仲良くなろうなんざ思っておりません。動画に関してもね、見たいなら見ればいい、嫌なら見なければいい、常日頃から言っております。非常にシンプルです。そしてね、この動画を見ている人の中にも、車へのリスペクトが足りないって思っちゃったような車好き笑いの方たち紛れてるかもしれませんが、それはね、あなたの感情の問題ですので、僕からすると知ったこっちゃないわけですよ。自分の機嫌は自分で取れるようになりましょう。そういう人たちはですね、車に感情移入して、しょうもない動画にね、しょうもないコメントするんじゃなくて、自分磨きの方をぜひやってもらいたいものです。そして最後にですね、この動画をご覧になって今の話を聞いて、こいつ面白いなと思った方、おそらく気が合いますんでね、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。逆にね、つまらんと思った方、僕のことが嫌いになった方はね、思う存分低評価ボタンを押していってください。できればね、奇数回押してもらえるとね、しっかり反映されますんでね、そこのところお忘れなきようよろしくお願いします。以上、今回の動画はここまで。次回はですね、このセンチュリーを洗車する動画になるかなと思います。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。